どうもこんにちは、ゆきひこです。今回はですね、レコードボックスにあるトラックセパレーションっていう機能をちょっと紹介したいんですけれども、トラックセパレーションっていうのは、レコードボックスが取り込んだ曲をボーカルとドラムと、あとその他の楽器の3つに分けてくれる機能です。その分解された3つをリアルタイムでオンオフすることができるので、例えばドラムスだったり楽器をなくして別の展開に見せたりだとか、ボーカルだけを抽出してそのボーカルを違う曲に乗せてみたりとか、今までのつなぐだけだったミックスとはまた違ったクリエイティブなミックスをすることができます。これがね、結構すごくて、曲にもよるんですけど、かなり綺麗に分解してくれます。他の DJ アプリにもね、似たような機能はあって、セラート DJ にはステムズ、DJ ではニューラルミックスって呼ばれてますね。今回はレコードボックスを例に話していきますね。じゃあ早速 PC を見ていきますが、このトラックセパレーションを使えるようにするには、まずレコードボックスの設定を開いて拡張をクリックします。そのトラックセパレーションタブにあるトラックセパレーション機能を有効にする。これにチェックを入れます。そうすると3色のボタンが追加されますね。ドラムス、ボーカル、インスト。これをクリックすればそれぞれのパートをオン、オフできます。これリアルタイムでできるの結構すごくないですか？ミックスの自由度がめちゃくちゃ上がるので、このボーカルをあの曲に乗せたらどうなるんだろうなっていうアイデアを思いついたらその場で試せるのがいいですよね。本来こういうリミックスみたいなことをやろうと思ったら DTM を使っていろんなとこから素材引っ張ってきて作ったりとかするんですけど、それをボタンだけでリアルタイムでできるっていうのはすごくありがたい。アルファシータから最近出た DDJ Flex 10っていう DJ コントローラーにはこのトラックセパレーションのボタンがついてます。PC 操作しなくてもコントローラー側でこの操作ができるようになるので直感的にできて良さそうですよね。僕はちょっと触ったことないんですけど。じゃあ Flex 10を持ってない人はちょっと使いにくい機能かなって思うかもしれないんですけど、この専用のボタンがついてない Flex 4みたいな機材でもちょっと設定をいじってあげればコントローラー側にトラックセパレーションの機能を割り当ててあげることができるので、今日はそのやり方をね、この Flex 4を例にちょっと説明していきたいと思います。じゃあ Flex 4を接続したら、レコードボックスの画面ですね。使うのはこの MIDI ですね。MIDI 対応機器のボタン、ノブ、フェーダーなどに各機能をマッピングできますって書いてありますが、要はこういった DJ 機材のボタンを自分好みにカスタマイズできるところですね。ここを使って本来だったら Flex 4にはないトラックセパレーションの機能のボタンを追加してやろうということですね。まずはこの MIDI をクリックすると MIDI 設定のウィンドウが開きます。そうすると機材が表示されているので、マッピングしたい機材を選択してあげます。今回は Flex 4ですね。その下に Flex 4のボタンとその機能が全て書いてあるので、ここをカスタマイズしていきます。どのボタンにトラックセパレーションを割り当てるのかっていうのは人によると思うんですけど、正直あんま使わないボタンってあるじゃないですか。そこにトラックセパレーションを割り当てちゃいます。今回僕はサンプラーの後ろ3つですね。これをトラックセパレーションにしていく感じでやっていきたいと思います。皆さんはね、自分で好きなボタンを選択してやってみてください。じゃあ、MIDI 設定のデッキタブ、ここの下にある Add 追加ボタンですね。これを押すと、一番下にトラックセパレーションがあるので、このアクティブパート、インスト、ボーカル、ドラムス、これをそれぞれ追加していきます。まずは左側のデッキ1の方から設定していこうと思うので、今追加した3つを全部デッキ1に設定します。そしたらこのラーンボタンを使ってそれぞれの機能にボタンを指定していきます。はい、次はコントローラー側ですね。僕はサンプラーのところに設定していきたいので、Flex 4のパッドをサンプラーモードにしたら MIDI 設定のラーンを押します。アクティブパートのドラムスをこの6番目のパッドに設定したいので、ここのボタンを押します。そうすると、この MIDI コードはすでに割り当てられていますっていうメッセージが出ますね。もうすでにこのボタンにはサンプラー6の再生機能が割り当てられているので使えませんっていうことですね。まあそりゃそうですよね。なのでまずこのサンプラー6の再生機能を消してあげます。サンプラータブに行って今設定してあるのは左側のデッキ1なので、このデッキ1のサンプラー6、これの機能をデリートで消します。その後改めてデッキタブに戻ってアクティブパートドラムスに6を割り当てます。今度はちゃんと割り当てられましたね。あとはボーカルに7番目、インストに8番目のボタンを割り当てたいので、同じようにサンプラーの7と8の機能をデリートしてからボタンを設定してあげます。はい、これが終わったら今度は右側のデッキにも同じように作業していきます。またアドボタンを使ってアクティブパート、ドラムス、インスト、ボーカルを追加して今度は全てデッキ2にしたらデッキ2のサンプラー6、7、8に割り当てられた機能をデリートしていきます。
一度 LAN を解除して、今度はコントローラーにある右側のデッキですね。デッキ2の方をサンプラーモードにします。そしたらまた LAN ボタンを押して、同様にデッキ2の678にアクティブドラムスボーカルインストを登録していくだけです。これでいつでもサンプラーモードを開けばトラックセパレーションが使えるようになります。元の設定に戻したい場合はいつでもこのデフォルトボタンで初期状態に戻せるので、自分の使わないボタンで一回やってみてください。試してみるとちゃんとできますね。で、ちなみにセラートのステムズとか DJ のニューラルミックスでも同じようにやりたいっていう人は、セラートの場合、設定から DJ 設定にあるサンプラーパッドモードをステムズに置き換える。これにチェックを入れるとサンプラーパッドの上の4つがステムズに置き換わります。DJ の場合はね、フレックス4側でニューラルミックスの操作をしてあげることができないので、PC の方でクリックしていくか、もしくはキーボードショートカットなんかを登録しておくとやりやすいかもしれないですね。設定を開いてこのショートカットから登録ができます。例えばキーボードのここですね、XCVBNM がもともとサンプラーのショートカットになっているので、これの代わりにニューラルミックスを登録しておくと、このキーを押すだけでニューラルミックスのオンオフができるようになります。ちょっとやってみると、ショートカット X、これのターゲットをデッキ1にしてあげて、アクションをニューラルミックスのミュート、これのドラムスにしてあげます。同じようにショートカット C にデッキ1、アクションをハーモニック。ショートカット V、これにデッキ1、アクションをボーカル。こんな感じです。これでキーボードの XCV を使ってニューラルミックスのオンオフができるようになります。あとは同様に B、N、M のキーにもこっち側デッキ2のアクションを設定してあげればこれで完了です。DJ でもね、フレックス4を使ってニューラルミックスの操作ができたらよかったんですけど、まあこの辺は他社アプリとコントローラーの兼ね合いがあるんでしょうね。この機能遊んでてめちゃくちゃ楽しい機能なので、フレックス4じゃなくてもね、同じような設定をすれば使えると思うので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、今日はこんな感じですかね。この動画参考になったよっていう方ですね、よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押して応援してもらえるととても喜びます。ではまた次回の動画で。